皆さんこんにちは。スタジオのアイさんの木村です。今回はですね CFast メモリーカードっていうのを皆さんご存知でしょうか。最近の人はもしかしたらCF エクスプレスにも世代交代しちゃったので知らないかもしれないんですけど、ムービーをやってる人は数年前まではよく、キャノン系のメディアの企画として、あった、やつなんですけど、 CFast メモリーカードですね。こちらキングスペックミクサージというものになるんですけども、CFast カードって、当時から512GB、例えば 512GB の CFast カードってもうそれだけで5万とか6万とか下手したら10万ぐらい動作ちゃんと確認できてるものって昔から高かったんですけど、特に512とかね、大容量になってくると1テラとかになってくると、でそれの安いものを見つけたんですよね、アリエクスプレスで。でこれなんですけど、 512GB で9213円、 256GB でなんと6733円という、安さで、1テラ今品切れなんです。ここだと品切れなんですけど、1テラも1万5000円とかで買えちゃうぐらい、格安の、CFast カードで、本当かよみたいなね、絶対これ書き込みちゃんとできないモデルだろうなとかって、安いから思ってたんですけど、試しにね買ってみようっていうことでこの 512GB の、CFast メモリーカードを買ったんですけれども、なんと届いたらですね、キングスペックと書いておらずミクサージという、風にパッケージ変わってまして、名前も変わってまして、大丈夫かよと思ってた次第でございます。でそれが、使えるかどうかっていうことで、結果僕の持ってる、CFast、のやつはこれ 4.6K ですね。これで動作確認これ大丈夫でしたっていうご報告と、実際に、ね、どこまで大丈夫かっていうのをテスト撮影して、その証拠とともにですねこの動画にしていくと思ってるんですけども、アーサーの 4.6K ですね。G1G2 から B ローになっていくんで、これシネマ DNG なんでもっと書き込み大変なモデルなんで、これでどこまでいけるかっていうとポケット 6K ですね。でポケット 4K もあるので、これも CFast のモデルですので、どこまで大丈夫か、書き込み大丈夫かっていうのをこれでテストしていく動画となります。で今512が2個僕が買ったんですよね。これ512、キングスペックですね。アリエクスプレスでしか売ってないですね。Amazon では日本では売ってないです。で届いてみたらなんとミクサージという、モデルが変わって、これが片方で、9213円なんで1万円1万円で 512GB でございます。シバスのスロットどっちにも今入れまして、ちょっとフォーマットしましょうね。でマックスでどこまでいけるかっていうところなんですけど、まず、今2枚入ってるんで、アーサーミニの場合はですね、デュアルレックっていうのができるんですよね。2枚のカードに同時にレックするんですけど、フルセットカードですね。で、ローは、2枚のカードに、収録しますよっていうやつにすると、フルスピードレックが 60p の4. ローの非圧縮の 4.6K がにできますと。これがマックスのデータのビットレートですけども、これがですね、試してみるとですね、試してみます。もう先に言うと、これは永遠に、カード記録いっぱいまで回ることは確認できてます。1分ぐらいまでいきましょうか。1分っていうか、1分気づいたら過ぎてたんで2分ぐらいまでいきましょうか。はい。これで1分間連続記録
非圧縮の、DNG ローの 4.6K の 60fps が、今フルセットカードへの書き込みでできたということですね。じゃあ片方にしましょうということで、ローの、2カードにするのでやめます。まあそのキャパシティとしては今半分になったところなんですけど、これでどのぐらいいくかっていうのを見ましょうか。4.6K の 60fps ですね。はい、これが9秒なんで、非圧縮だとこちらの CF エクスプレスはちょっと足らないなっていうことになります。じゃあまず FPS をですね、下げていってみましょうか。まあ、参考まで48でいきます。はい。なので、非圧縮だと、ハイフレームレートは難しかったっていうことが今分かりましたね。はい、じゃあ、ローの、ちょっと圧縮をかけてみます。3対1でいってみます。はい、3対1にした場合は今2分までいけているので、これは連続書き込みいけそうだなっていう感じでございます。はい、まあもちろん熱のね状況とかにもよると思うんですけれども、まあ基本的には、圧縮をすれば 4.6K の 60fps まで回るっていうところで、まあ相当回りますよね、これね。そしたらですね、次はポケット 6K の方で見ていきましょうという形でございます。ポケット 6K はですね、まあ、SSD もついてるんですけど、これがそのサンディスクの2.5 インチの SSD で、まあ、これで結構いけてるんですけど、結構いけるっていうのは、これもちょっと圧縮したハイフレームレートが確か取れる感じなんですけどね。はい、これもね CFast 内蔵でできるので、やっぱりね CF エクスプレスの最近のミラーレスのカメラとかも使いますけど、こうやっぱり内蔵にメディアがちゃんと入れられるっていうの、それ以上のね安心感はないなって思いますよね。はい、というところで、でフォーマットできたので、まず一番重いやつ、コンスタントビットレートの3対 1B ローの 6K の 50fps がマックスですので、これでいってみようかなと思います。はい、15分取れる感じです。これがね、確かっていうか、B ローなんで、シネマ DNG でも、3対1の 60fps 取れたんで、4.6K で。6K の 50fps、まあ 6K だから解像度高いんで、ビットレート高そうなんですけど、B ローって大体プロレスと一緒なんですよね。プロレス HQ とかと、ファイルサイズ。っていうところで、まあ、6K の分、ちょっと際どいんですけど、これマックスまでね、確かフルまでね、いけちゃう感じですね。まあ、これも1分以上、回ってますので、まあ、大丈夫そうだなっていう、形でございます。これもですね、マックスまで大丈夫そうだという感じでございます。はい、若干解像度を下げてですね、一応 60fps の方、見てみましょう。5K、5.7K ってやつの60です。まあ、これも6K と書き込みビットレートファイルサイズは変わらないと思うので、こ
これも最後まで回る形になるかなと思います。まあ一応2分まで回してみましょう。はい、こんな感じで、余裕で、大丈夫でしたね。余談ですけれども、今ですね、ポケット 6K の、まあ、運用として、まあ、CFast 買ったんですけど、CFast では運用してなくて、どっちかっていうと、やっぱり1テラとか2テラとか使いたいんで、こっちに SSD をですね、つけてます。ただ、やっぱこれ、まあ、この SSD をつける位置ですね、これ 4K もそうなんですけど、こうサイドにつけると、上のトップハンドルだったりモニターを後からつけるのを邪魔しないっていう点で、まああとはそのケーブル周りとかの取り回しの点で、このサイドにつける収録メディア、外付け収録メディアサイドにつける作戦が僕の、まあ、ブラックマジック、それから FP も含めてですね、ここにつけるべきかなっていうのが、今僕の中で固まってきております。で、加えてですね、やっぱりポケット系はですね、やっぱりV マウントないと、実用にはやっぱり難しいなってところでですね、V マウントをもちろんロッド伸ばして後ろにつけるのが普通かとは思うんですけど、ここに V マウントをつけてしまうっていう作戦を今やってるんですよね。で、まあバランスはだいぶ悪くなるんですけど、それでもこの V マウントがここにある安心感っていうんですかね。で、なおかつそのメディアも何テラもいけるし、にモニターホットシューですぐつけられるし、ここにね、普通にナトレールなんで、ここトップハンドルもつけられるしっていう。ここに、ブラックマジック系のケージはですね、僕はこれが一番ミニマルかつ、何にでも使える応用が効く、まあ最適解っていうんですか、部分最適解っていうんですかね。僕の中でのこれが一番最適かもじゃないかもしれないんですけど、適解で、な感じでできてます。はい、それではですね、まあもう 6K で大丈夫だったから、まあほぼほぼ、まあ、ポケット 4K でもまあ大丈夫だろうとは、思うんですけど、一応やっていきましょうか。確かハイフレームレートが 4K だったんで、これ60とかまでいけるはずなんで。まあでも CFast 安いのなかった中で、CFX ベースのモデルにどんどん、まあ最近はもうスイッチしていってるとは思うんですけども、まあまだね CFast のカメラってなんかちょっと 6K とかもなんかちょっと 4K とかもこの前値下がりしたし、ポケット 6K とかもなんかね買いやすい値段に中古でもなってきてるなみたいなところで、CFast まだ使いたいなみたいな。レッドコモドの最初のやつもなんかちょっと買いやすい値段に中古になってきてるし、CFast ないかなとかと思って探してたら、でもうパッケージがもう製品のホームページの写真と全然違うんで、これは無理かなと思ってたんですけど、どうやらここに130って書いてあるやつが何かの企画らしくてですね、その最低のサステナブル、書き込み速度っていうのを、まあ、保証してるっぽいんですよ。まあ実際今みたいに使ってみても大丈夫で、しかも安かったんで、これかなりゲームチェンジングっていうか、かゆいところに、ぶっ込んできた価格帯のものかなというふうに思います。で、しかも CF エクスプレスもこの、まあ、ミックスサージって今名前ですけど、キングスペック
なのかミクサージの名前なのか分かんないですけど CFX タイプ B も作ってるんで、それもねちょっと安いんですよね、他のメーカーと。でそれもちょっとね後で試してみたいなって思うんですけども、ということでポケット 4K がですねコンスタントビットレート 4KDCI、 それでオフスピードレックの60までいきましょうか。はい、これがまあマックスの、ものだと思いますので、まあもう分かると思いますけど余裕になるはずです。最近ブラックマジックをですね全部ブラックマジックで、今ブラックマジックのポケットのカメラがですね、ポケット 4K ポケット 6K ポケットじゃない 6K があるんですけど、それ3つ ATEM につないで配信のやつとか最近やってるんですけど、 ATEM につなぐとこうブラックマジックのカメラの設定が全部 B ローになるとか、そういう仕様なんだっていうのを最近知りました。で電源オンオフするとなんかISO感度だとかホワイトバランスみたいなのが初期化されるという、という感じで今4分まで回ってますね。はい、動作確認できたという感じで、ございます。いかがでしたでしょうか。キングスペックミクサージアリエクスプレスで買える怪しい CFX プレスカード試してみたら大丈夫でしたという動画でございました。よかったです。C ファストまだ使えるやつが安くて売ってるやつがありましたというご報告でございました。こちらのチャンネルではアートライフミュージックのテーマで動画をお送りしております。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日のカメラですね、こちらですね、最近シグマからですね BF というカメラが発表されたと思います。それの原型となりましたブラックマジックプロダクションカメラですね、初代ランチボックスでございます。で撮影しておりました。それではまた。